1915年1月、第一次世界大戦の開始からまだ5ヶ月だが、すでに100万人以上が戦死していた。バルカン半島で起きた事件はたちまち全世界を巻き込んでいた。中央同盟国ドイツ、オーストリア・ハンガリー、オスマン帝国 VS 連合国イギリス、フランス、ロシア、セルビア・モンテネグロ、ベルギー、日本という構図になった。ポーランドやバルト地方ではロシア軍は大敗を喫しながらもドイツおよびオーストリア軍と戦い続けていた。セルビアでは逆にオーストリア軍が大敗を喫し、軍の威信が失墜していた。コーカサス地方ではロシア軍とオスマン軍が凍てつく冬の中で戦っていた。西部戦線ではフランス、イギリス、ベルギーの連合軍とドイツ軍が英仏海峡からスイスにまで及ぶ塹壕を挟んで睨み合っていた。この戦争では初めて空爆が行われた。まずドイツがツェッペリン飛行船を2機飛ばし、イギリスを空爆した。キングズ・リンとグレート・ヤーマスが攻撃対象になり、家屋や市民に被害を出した。北海ではドッガーバンク海戦が起き、イギリスがドイツの巡洋艦を1機沈めたものの、残りの艦隊は逃した。制海権を握るイギリスはドイツに海上封鎖を行い、食料を含む生活必需品が海から輸入できないようにした。ドイツは報復として独自の海上封鎖を実施。イギリス諸島周辺の海を戦闘地域と宣言し、連合国の商船に無警告で潜水艦攻撃を行うことにした。イギリスは食料を輸入に頼っていたため、それを阻止することで降伏させようとしたのだ。東部戦線ではドイツ陸軍元帥のヒンデンブルクが冬季攻勢を仕掛け、2度目となるマズーリ湖の戦いで再びロシアに大勝。ロシアは20万人の兵士を失い、その半分は冬の寒さに耐えきれず降伏したものだった。一方ロシアはオーストリア・ハンガリー相手には勝利を重ねた。プシェムイシルを4ヶ月包囲した末に陥落させ、10万人の捕虜を獲得した。オーストリア・ハンガリーの犠牲者は合計200万人に達していた。一方イギリスとフランスはダーダネルス海峡に戦艦を派遣し、オスマン帝国の首都コンスタンティノープルを威嚇。そうすればオスマン帝国は降伏するだろうと見込んでいたからだ。ついに連合艦隊は海岸要塞への砲撃を開始。しかしそのうち3隻が機雷で沈没し、他の3隻も被害を受けたため攻撃を中止せざるを得なかった。西部戦線ではイギリス軍がヌーブシャペルを攻撃。しかしドイツ軍の鉄条網や機関銃に阻まれ、うまく前進できなかった。イギリス・インド軍は攻撃兵の4分の1にあたる1万1000人の犠牲者を出した。6週間後、第2次イーペル海戦が勃発。ドイツ軍は西部戦線で初めて毒ガス兵器を使用した。強力な塩素ガスにより連合兵は塹壕を放棄して逃げざるを得なかったが、ドイツ軍もさらなる侵攻を進めるだけの余力がなかった。両軍とも直ちに即席のガスマスクを作って兵士に配布。化学兵器による戦いが幕を開けた。連合軍はオスマン帝国のガリポリへの上陸作戦を実施。オーストラリアとニュージーランドもこれに加勢した。沿岸のオスマン要塞を制圧し、連合軍の軍艦がコンスタンティノープルまで到達できるようにするためだ。しかし即座にオスマン軍の激しい抵抗に遭い、海岸に釘付けにされた。
この上陸作戦の前日、オスマン帝国は国境付近に住んでいるアルメニア人に対し組織的な国外追放と虐殺を始めた。というのも、アルメニア人は民族的・宗教的マイノリティで長らく迫害されており、この戦争で連合側を支援している疑いがあったからだ。何万人もの老若男女がシリアの砂漠に運ばれ、そこで死ぬまで放置された。最終的なアルメニア人犠牲者は100万人を超える。連合軍はこの件を人道に対する罪だと非難し、刑事責任を追及するとしている。一方、オスマン帝国の後を継いだトルコ政府は死者数に異を唱えているほか、組織的なものではなかったと主張している。東部戦線ではドイツとオーストリアがガリツィアでの攻撃を始め、ロシアの防御線を突破し、プシェムイシルも奪還。10万人の捕虜を得た。ここからロシアへの攻撃が継続的に行われていく。その頃海ではイギリスの商船ルシタニア号がニューヨークからリバプールに向かっていたが、ドイツの U ボートに無警告魚雷攻撃を受け沈没。1198人の乗客が死亡し、うち128人はアメリカ人だった。アメリカ大統領ウッドロー・ウィルソンと国民は激怒した。一方ドイツはこの攻撃は正当なものだと主張している。船の荷物には軍需品も積まれていたからだ。5月、連合軍は第二次アルトア海戦を始め、ドイツの防御線突破を試みた。フランス軍はビミーリッジを攻撃。イギリス軍はオベールリッジとフェステュベールに攻撃した。連合軍は13万人の犠牲を出したが、戦線はほんの数キロメートルしか前進できなかった。夏になると西部戦線の上空にフォッカー・アインレッカーと呼ばれるドイツ空軍機が飛び始めた。これは機関銃を装備した初の飛行機で、回転するプロペラの隙間から射撃することができた。連合軍の空軍機はたちまちやられ、このありさまはフォッカーの懲罰と呼ばれ恐れられた。イタリアはイギリスとフランスにオーストリア領土を割譲すると約束されたため、連合側で参戦。オーストリア・ハンガリーに宣戦布告し、ついでオスマン帝国とドイツにもそれを行う。イタリア軍はまずオーストリア領のイゾンツォ川を攻撃したが、厳しい反撃に遭い大敗した。一方、連合軍は東部戦線で窮地に陥っていた。ロシアがポーランドを放棄し、軍を総退却させたのだ。これを受けてドイツ軍はワルシャワに入城した。ロシア皇帝ニコライ2世は帝国軍最高司令官で糸小路のニコライ大公を解任し、自ら司令官に就任。しかしこの試みは大失敗し、ロシア軍にさらなる敗戦を重ねさせることになる。ガリポリでは連合軍の増援がスブラ湾に上陸し、新たな攻撃を試みるが、戦況の膠着は打破できなかった。双方ともに軍の状態は悪化しており、兵士は敵軍からの攻撃だけでなく、暑さやハエ、病気にも苦しんだ。大西洋ではドイツの U ボートが客船アラビックを沈め、44人が死亡、うち3人はアメリカ人だった。アメリカの強い警告を受け、ドイツは客船への攻撃をやめた。西部戦線では連合軍が過去最大規模の攻撃を始めようとしていた。膠着した戦線を突破し、苦しむロシアを間接的に援護しようとしたのだ。フランスは第3次アルトワ海戦と第2次シャンパーニュ海戦を開始。
イギリスはルースの戦いで毒ガス攻撃を行った。しかし戦闘初期の頃こそ優勢だったものの、次第に勢いが止まり、双方とも膨大な損害を出した。連合軍はギリシャのサロニカに上陸。中央同盟国に対する新たな戦線を作り、セルビアを支援しようとした。しかし時すでに遅しだった。ブルガリアが中央同盟国側で参戦し、中央同盟の合同軍はセルビアを2ヶ月で制圧した。冬に入り、セルビア軍の残党はアルバニアの海から敗走した。セルビアの損失は膨大で、戦争が終わるまでに3分の1の兵士が死亡。この死亡率の高さは他のどの国をも上回る。イタリア戦線では激しい戦闘が続いており、第3次そして第4次イゾンツァの戦いが立て続けに起きた。オーストリア・ハンガリー軍は数で劣っていたが、高台に塹壕を掘って構えており、撃退するのは不可能だった。中東ではイギリスがバグダッドを目指して進軍していたが、そのすぐ南のクテシフォンでオスマン軍に食い止められた。イギリス軍はクートに撤退し、そこで包囲された。これにより連合軍はガリポリの作戦を放棄。8万3000人の兵士はオスマン側に気づかれず密かに撤退し、撤退時には兵士を失わずに済んだ。そのためこの撤退は最も成功した作戦の一つと言われている。とはいえガリポリでは双方25万人の犠牲を出した。目立った成果を出すことなく損害を出し続けた連合軍にとって、1915年は悲惨な年となった。だが和平を結ぼうとする声は上がらず、むしろ両軍とも1916年にさらなる攻撃を行うべく新たな戦略を練っていた。どの国もうまくやれば自分たちが干渉できると信じていたのだ。